史上最大級の放置技を発見してしまったかもしれません。はい、今回は自動討伐についての動画になります。今回手動で操作するのは1周あたり1分のみといった内容になりまして、イメージとしては操作1分に対して放置する時間がだいたい15分ぐらいで1クエストがクリアしていくといったものになります。なので、理論上は60分間操作することで60回クエストクリアできるといったえげつないものになっていまして、暫定的な成果としては、だいたい2、3時間の手動操作で、10鎧玉が500個、剣鎧玉が1000個以上集まってくるといった内容になっています。で、検証回数については100回以上やっていまして、非常に安定したものになっています。はい、それでは説明していきたいんですが、まず全体的な説明の流れですね。最初に仕組み、自動化のからくりについて概要レベルで触れていきたいと思います。で、2番目に詳細手順ということで、皆さんが誰でも再現できるようにわかりやすく説明していこうと思います。はい、それでは1番目の仕組みのところを入っていきたいと思います。で、今回する自動化なんですけど、サボハンに殴ってもらうタイプの自動化です。で、これ、今まで、できそうでできないなという感じだったんですけれど、やはり、できないにはできないなりの理由があって、いくつか課題がありました。で、今回その課題、挙げるのは2点なんですけれども、その2点の解決を説明していきたいと思います。で、まず課題の1点目は、サポハンが止まってしまうということです。ユーザーが攻撃しないと、サポハン攻撃やめてしまいます。なので、放置とは相性悪いなと思っていたんですけれど、ワイルズからですね、素晴らしいことにランスがガードするだけで、モンスにダメージを与えるという、ガード押しっぱなしでもいいんです。で、それで、ダメージ入るような仕様になりましたんで、これでサポハンを再起動していこうということで、この方法で、今回、うまくいっているというところになります。はい。で、課題の2点目は、向きが不安定というところで、ランスで、ガードで待ち構えるにしても、モンスの攻撃は正面から来るとは限らない。横からかもしれないし、後ろからかもしれない。で、この対策として初め崖を背負ってみたんですけど、崖背負っててもやっぱりめくられるときはめくられるんで、どうしたもんかなと思っていたんですけど、オプションのロックオン機能、これを有効化して前進することで、常に敵方向をホーミングするかのように向くことができるというところで、今回この課題を解決しました。はい。ということで、ガードしながら、ロックオン状態で前進するという単純なキー入力、しかも押しっぱなしで、モンスターが討伐できるということを確認できています。で、討伐時間も膨大にかかるんじゃねえかと思ったんですけど、これだいたい20分以内に討伐できている感じですね。はい。で、これまた他の自動化も考えるかもしれないんで、今回のこの仕様のことを、ホーミングガードおじ戦法と心の中で呼んでますんで、今後自分のチャンネルの中でこれ出てきたら、これのこと言ってんだなと思ってもらえればと思います。はい。で、ここまでの説明で、どうやってボタンを押しっぱなしにするのとか、そもそも押せるんじゃないのっていう疑念が湧いていると思います。はい。ということで、ここからは、誰にでもできるように、詳細に再現手順を説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。で、まずは、どうやってガードボタンと前進ボタンを押しっぱなしにするかという話ですね。で、これについて先人の教えを拝借しようと Google で検索してみました。で、先人たちいろいろやってます。で、コントローラーにゴム巻きつけたり、消しゴムで挟んでる人もいますね。それも参考にはなるんですけど、自分は PS5 の純正コントローラーを使っていて、もう自分の魂みたいなもんなんで、この子にそれをするのはちょっと酷だなと思いました。で、そう思うリスナーさん方もいるんじゃないかなと思いまして、自分は一応フットペダル持ってるんでできるっちゃできるんですけど、
ちょっとね、私だけじゃなくてみんなができるようにするためにはどうしたらいいんだろうっていうのを考えに考え抜きました。はい。で、行き着いたのが、この点キーと洗濯バサミ。このコンボです。この点キーに01にショートカットキー割り当てて、で、この洗濯バサミでちょうどね、こう0と1を同時、ね、前進とガードボタンを同時に挟み込めるんですよ。これ、かなりいいなと。で、安いんですよ。なんでこれ選んだかっていうと、ワイルズはキーボード入力 PS5 でも許可されているんですけれど、キーボードだと大きすぎるんで、だいたいこれぐらいの大きさの方が、便利だなと。で、さらにその中でもこれ選んだのは、バッファローなんですけどね。まずキーが平面。これね、キーが、デコボコになってる、山々になってるやつあるんですけど、そうするとね、これ、洗濯バサミ滑る可能性があるんで、フラットなキーであること。あと、この本体の厚みもね、非常に薄い。なので、洗濯バサミに優しい。で、さらにですね、洗濯バサミもそうなんだけど、この点キー、非常に安くて1500円ぐらい。これだったらね、仮に洗濯バサミで挟み込んでてダメになってしまっても、そこまで痛くなかったりするし。ね、01キーが死んでも、47キーを使うとかね、こんな感じで。あるいは、23キーを使うとか、そんな感じで、潰しが結構効くんでね。もうこれで終わってしまってもいいぐらいの勢いで、この子は用意しました。はい、次に設定の方に見ていきたいと思います。モンハンの設定は2箇所ですね。1つ目、オプションです。オプションのカメラのところの、大体今の仕様だと2ページ目の下の方に、ロックオンっていうのがあります。で、このロックオンをオンにしてください。はい、次2点目がキーコンフィグになります。キーボードコンフィグですね。この辺から入れます。で、これで新規のプロファイルを作成して、自分はランス。作っちゃってるんでちょっとこっちですね。こっちを参考に見せると、今使ってるのがこんな感じで、もともと前に移動は W が設定されてるんですけど、今回10キーを使うので、これに0キーを割り当てています。で、下の方にガードを探します。ガードももともと R キーが設定されてるんですけど、これ10キーの1に割り当てています。はい、設定は以上になります。はい、ではスキルの話ですね。スキルは生存第一で組んでください。で、今、表の方に出しているのは、これ、上から順番にスキルの優先順位高い順に並べています。で、ここをしっかり説明していくと、これだけで10分ぐらいかかるので、駆け足で、ざっくり説明していきます。で、まず回復系ですね。こちらについて一言で言うとゾンビです。で、この3つのスキルなんですけど、できれば超回復力は2の方が良い。良いんだけど、1でも、なんとかいけるんで、最低ラインとしてこれだと思ってください。はい、次、スタミナ系。ガード。今回ガード押しっぱなしにするんで、スタミナが回復しません。で、その対策として、これらを積んでいます。で、なんでこれらが必要かっていうのは、実際やってみるとわかるかと思います。最低ラインとしてこのレベルは欲しいよねっていう感じで書いています。はい、次、クエスト固有対策ということで、属性やられ、状態上対策というところです。例えば防御500ぐらいでガンガン積んでても、火のやられになったり、毒状態になったら簡単に落ちちゃいます。なんで、そこは周回するクエストに合わせて、ここをカスタマイズしていく必要がある。できれば装飾品で、1スローなんで、ポコポコポコという感じで、置き換えられるように並べておくと、いいかなと。後で見せますね。はい。で、任意のプラスアルファについては、この辺、スキル全体的にみんなの手持ちの宝石とか装飾品とかアーティア武器、このあたりに依存してくるところなので、ここら辺はもう個人の好みです。で、その時のプラスアルファの優先順位としては、スタミナ系、防御系を盛れるだけ盛るという感じで、優先順位つけていくといいかなと思います。はい。で、ここ上の部分は防具ですけれども、下のこう武器のところ、
この武器については、画星3と画境3、そして攻撃見切りをつければいいかなと。今回ガードの反撃使うんですけど、ガードの反撃は、属性攻撃、状態上攻撃乗らないので、そのあたり踏まえて攻撃と見切りで盛るといいかなと思います。攻撃力上がってるとサポ派の再起動も安定すると思いますんで、ここをしっかりやるようにしてください。はい、それでは装備紹介です。でこの装備は誰でもいつでも作れるをコンセプトにしている最低ラインの装備になります。必ずしもこれじゃなきゃダメってわけじゃないけれども、参考にしていただければと思います。で、まず、武器ですね。武器は攻撃が会心が強いやつであれば、生産でも鑑定でもいいです。で、シリーズスキル、グループスキルもこだわることもできるんですけど、別にこだわらなくても全然いけますと。はい。次。頭、銅。この辺の防具ですね。防具は 4V ゾシアで、レベル2の超回復発動しますんで、それでやっていくと。で、ある程度強化しておいた方がよく、大体ですね、全部レベル5にすればいいかと思います。で、俺は今これレベル14にしてしまってるのがあるんで、ちょっとそこは敷居が高いなと思います。なので、今回はハンデとして5隻なしで俺は組んでいます。で、これでもうまくいきます。皆さんは5隻をここに入れて、防御をレベル4でもレベル5でも積んでもらえれば、同じような感じになってくると思います。はい。で、ゾシア以外の一部位については、関連するスキルのものを組んでもらえればと思うんですけれど、非耐性がですね、あまり低いものを選ぶと、なかなか属性やられ対策が難しくなってくるので、非耐性がそれなりにいいか、あるいはプラマイゼロぐらいで、関連するスキルのものを選んでください。で、装飾品についてはこんな感じで付けていまして、特に下3つの方は、自由にですね、対象のモンスターに合わせてカスタマイズできるように並べています。例えば、ここから非耐性上げたいよってなった時には、こんな感じで下、最後、ポコ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 って変えてやると、臨機応変に対応できるというような形になりますんで、このような並べ方がおすすめになります。はい。防御力今だいたい435ってなってますね。で、これ、どんどん鎧玉とかも増えると思いますんで、どんどんこの子たちに、強化で、上げていくと、どんどん安定感が増しますんで、そんな感じで、やってギッチギチにしてもらえればと思います。はい、それでは事前準備の説明です。で、まず、クエストの選定なんですけれど、いけるのは、モンスがエリチェンしないクエストのみです。なので、例えば、この、イベクエとかだったら、龍谷の跡地でエリチェンしない地形でクエストなのでいけますと。他にも調査クエストで、この跡地をクエストにしたやつとかだったら、いけますという感じで、ターゲットを決めてください。でターゲットを決めたら、先ほど見せたように、装飾品ですね。ちゃんと、その狙ってるクエストの対策になるようにはめ直してください。で、3つ目がですね、サポートハンターの設定を気をつけてください。これもし間違って、他プレイヤー参加できるような設定になってると、他のノラの方がいる前で、ホーミングガードを保持することになるんで、それはさすがにちょっとね、大変なことになりますんで、サポートハンターのみになっていることを間違いないことを確認して、やるようにしてください。はい、それでは手順になります。ご飯食べてない人はですね、まずご飯食べてください。でご飯は生存重視で、特に属性のやられが怖いんで、野菜、防御小、あとはさらに防御力に自信がない人は、この免疫術つけてあげると自己率下がるので、この3つがおすすめ。慣れてきたら上の2つだけでいいかなと思います。はい、次はすぐクエストを何も考えずに受けていきます。で、これはイベントクエストの
レウスとラギア、これをお試しで受けていこうと思います。はい。で、もし、食事してない人がいたら、ここで携帯食料でも食べておくと、いいかなと思います。あとは、八角取って洗濯バサミです。八角取って、洗濯バサミ01ですね。これだけです。これで、ちゃんと01に押されてるかなっていうのを確認して、実際ガードしながら前進して、ホーミング保持してるなというのを目視確認したら、もうあとはずっとね、放置でいいので、このまましばらく15分20分放置していきます。はい。で、ずっと放置してると、最終的にここの画面ですね。ここの画面で最後止まることになります。で、ここで、初めて洗濯バサミを取ってあげますと。はい、取りました。で、取って、あとは普通に、報酬もらって、っていうのを繰り返していくっていう感じですね。で、ちょっと今回は携帯食料がないんで、この子にもらって、で、何も考えずに、またクエストを受けて、さっきと同じクエスト受注して、で、セクレットに乗って、携帯食料を食べて、八角取って、洗濯バサミと。八角取って、洗濯バサミ。ね。で、これでまた放置して、ループしていくと。はい、次に注意事項について2点ほどお知らせします。一つが仕様変更リスクですね。この手法はなかなか強烈なので、今後仕様変更でできなくなる恐れがある。なので、いろいろ準備する前にですね、まずは手動でホーミングガード保持やってみて、本当にできるかどうかっていうのを確認した上で、テンキーとか洗濯バサミとか装備作ったりっていうのを始めることを推奨します。で、もう一点目がSteam 版です。Steam は放置中おそらく同じように放置保持できると思うんですけど、他の PC 作業がおそらくできなくなるんじゃないかなと思います。はい。PS5 俺使ってるんですけど、こちらについては問題ないです。はい。ではタコシアということで、こんな方法で放置保持活用してますよという事例紹介です。モンハンをしようとしたが、画面の向こうに目標としていない山積みの洗濯物が視界に入ると。一瞬の瞬時の後、ホーミングガード保持戦法でクエストを放置し、洗濯物の討伐に向かう。洗濯機を回したついでに洗面所と風呂の掃除を済ませ、ギリスを返し画面を見ると、クエストが終了している。再びホーミングガード保持で放置を開始し、流れで掃除機をかけていると、座陣の向こうではクエストが終了している。ワイルズにはそんな体験が可能な世界が用意されているのだ。ということで、こんな感じでほとんど画面を見ないで、どんどんクエスト回しています。で、素材がどんどん集まってしまっているという感じですね。なんで、家事だけじゃなくてもお風呂でもいいし、ご飯食べる前でもいいと思いますけれど、こんな感じで生活に組み込むだけで、だいぶ10鎧玉、素材集まってきますので、こんなスタイルで、やっていくのがおすすめかなと個人的には思っていますので、よかったら参考にしてみてください。はい、それではですね、今後の予定なんですけれども、まずこの動画については自動討伐の基礎知識というコンセプトでまとめました。でこの方法はいろいろ応用が効くだろうなというふうに思ってますんで、これから活用動画のところをまたいくつか上げていっていきたいなと思っています。はい。とはいえちょっと忙しくて上げれなかったら申し訳ないんですけれど、こんな感じで予定してますんで、よかったら励みになりますので、チャンネル登録、高評価いただけますと幸いです。はい。それではこの動画は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。